こんにちは、たかしです。本日は3月30日土曜日、週末ですので、来週4月1日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基本から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。今週は月末に向けての動き。その中で昨日はなおさら月末最終日ということで、ほぼ動きがありませんでした。ローソク足見ていただいてもわかりますが、今週ってほとんど動いていないですよね。ドル円も同じような形になっておりますので、まずは現在地付近から次上がるのか下がるのかっていうところを週明け以降、4月に入っての動きを見ておきたいところ。基本的には上昇トレンド中ですので、ここから上がっていく可能性を考えておりますが、その場合は195円ぐらい、このあたりですね。ちょうど赤い水平線がありますが、だいたい195円付近が次のターゲットになると考えておりますので、ここから上昇すればそのあたりを目指して上昇していく。現在は GMMA の青帯に少し接触できていないんですね。過去の動きを見ていると、GMMA の青帯に接触してからの上昇になってますので、まずは GMMA の青帯付近までの下落を待っておきたいですね。ですので、週明け一度下落してくればそこからの次の上昇のイメージを持っておきたいんですが、もちろんこの GMMA の青帯を下抜けてくると大きく下落していくと考えられますので、その場合は186円付近までの下落が考えられますが、現時点では基本的な流れとしては上昇トレンド中ですので、押し目買いで考えていくのがいいと思います。では4時間足です。日足の GMMA の青帯まで少し距離があるので、今ここのところずっと今週1週間ぐらいはずっと底堅い動きをしてますが、一度下押ししてくる可能性は考えておきたい。その場合は 190.3 付近、だいたいここフィボナッチリトレースメントの 61.8% の赤い点線がここにありますが、これが 190.1 付近になりますので、そう考えると190円付近ぐらいまで押しをつけてからの上昇をイメージしておくといいかもしれません。ただ現在地付近で揉み合ってますので、このまま上抜けていけばここから 193.5 を目指して再び上昇していくとは思いますが、今4時間足 GMMA は横ばいで方向感がありませんので、まずはこの現在の揉み合いをどちらに抜けるのかっていうところを見ておきたいです。インジケーターは方向感がありませんので、現在は上昇下落の確率は半分ずつだと思っておくのがいいですね。では1時間足です。1時間足を見ていただいてもずっと揉み合っているんですが、昨日ここに黄色のラインを引きました。このラインを境に上で動くときと下で動くとき、現在は下にありますので一旦下落しやすい、そういう試合にはあるんですね。ただこの黄色のラインを上抜けてくると再び上のゾーンでの推移になってきますので、その動きを見ておきたい。この黄色のラインを上抜けられるのか、それともここがレジスタンスとなってもう一段下落するのか。ただし下落したところには日足の GMMA がありますので、そこで再び上昇していくという、そんなイメージもできますので、まずはこの緑のトレンドライン付近ですね。このまま週明け下落してくれば 190.5 付近でぶつかってくるんですが、そのあたりで反発できるのか、それともこのトレンドラインを大きく下抜けてくるのか。ここを大きく下抜けてくると、まずは 189.7 付近を目指すと思いますので、その動きが分かりやすい動きをするのであれば、そこまでの下落についていってもいいと思いますが、基本的には下がったところには日足の GMMA があるんだということはお忘れのないようにお願いします。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらずですね、高値圏でずっと揉み合っておりますので、ここから上昇するのか、それとも GMMA まで押しをつけるのかっていうところを現在は迷っている、そういうところにありますので、もう少し揉み合ってからの上昇になるのか、それとも GMMA の青帯付近までダラダラと下落してくるのかっていうところを見ておきたいですね。来週は雇用統計もありますし、そこでもしかすると大きな動きになってくるかもしれませんし、その辺の動きに期待ですね。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯に接触してきてはおります。ただですね、GMMA の青帯に接触してからの反発が弱いんですよね。そう考えるとここからダラダラと下落していくということも考えられますので、そうなると 150.5 付近までの下落、そしてそこを下抜けると150円付近までの下落が考えられますので、週明けここからダラダラと下落してくる可能性もありますが、基本的にはこの水色のラインと白いライン、これを抜けた方についていくっていう考え方、そしてこの中でのレンジと考えてますので、下がってくれば押し目買いが入るし、上がってくれば戻り売りが入るという、この水色と白のラインの中でのレンジをまずは想定して、そこを抜ければそこからの下落、もしくは上昇についていけばいいと思いますが、あまり高いところで買っていくと為替介入警戒もありますので、もしロングエントリーをするの
であれば下がったところから買っていくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足は方向感なく動いてますよね。ここのところずーっと GMMA の青帯を上抜けたり下抜けたりしながら方向感なく動いておりますので、かなり分かりにくい動きをしているのが現状です。ただ151円付近まで下がってくるとやはり底堅いんですよね。このあたりですね。151円とか 151.1 から2の間、今黄色のゾーンを描きましたが、この辺付近っていうのは底堅い動きをしているので、だいたい 151.1 から2の間に下がってくればそこからの反発を短く狙っていく。値幅としては小さいんですが、トレードはやりやすいと思いますので、その辺の動きをめがけてトレードをしていくのが分かりやすいと思います。また来週は4月が始まりますので、イベントも多くありますので、まずは金曜日の雇用統計、それまでにも色々大きめのイベントがありますので、その辺で動きが出てくればそこで短くトレードをしていってもいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。